皆さんこんにちは。ゼルチャンネルです。今日のテーマ、枯らさないのは当たり前、真冬でもビカクシダをバリバリに成長させる管理方法についてお話しします。このチャンネルはビカクシダの成長記録を動画にするチャンネルではなく、どうしたら他の人より素晴らしいビカクシダにすることができるのか、ビカクシダの価値を高めるにはどうしたら良いのかがわかるチャンネルです。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それでは解説していきます。皆さんは季節が冬になりビカクシダを枯らさないため室内に取り入れ管理をしているかと思います。ビカクシダの管理の仕方を夏と冬では変えていますよね。ビカクシダの冬の管理方法を SNS 等で調べたと思います。その管理方法は次のようなことだと思います。ビカクシダは寒さに弱いので室内管理が必要です。寒いと枯れますので気温は10度以上で管理してください。できるだけ日の当たる場所で管理してください。夜は冷えるので窓のそばに置かないでください。冬は休眠し成長が穏やかになりますから、水やりは水ゴケがしっかり乾いてから与えてください。水やりの動物系には気をつけましょう。霧吹きが効果的です。冬肥料を与えると焼けてしまいますなど、いろいろとアドバイスがあります。ビカクシダを枯らさないため冬の管理方法が変わり大変難しくなりましたね。では具体的に冬の管理はどこが難しいのでしょうか。1、水やりはしっかり水ゴケが乾いてから。ここで問題は水ゴケがしっかり乾いてからです。なぜ冬は夏より水ゴケがしっかり乾いてからなのでしょうか。冬は気温が下がりビカクシダの成長が緩やかになるため水分を吸うスピードが遅くなります。夏のように水分を必要としなくなるからです。ですから冬は水やりの頻度に気を使うわけです。水ゴケの表面が乾いたとしていても水ゴケの中は湿っている場合があります。もしかしたら根腐れしてしまうのではないかと心配になります。ではしっかり乾かせばどこまで乾かしたらいいのか、乾かしすぎて水切れで枯れてしまわないのかがまた心配になります。気温は10度以上保つこと。ビカクシダは気温10度を切ると枯れる可能性がありますから、気温10度以上を保つとあります。ビカクシダと一緒にいる時の室温は10度を下回ることはないかと思います。では皆さんがお仕事に行かれる時、ビカクシダは何度の部屋の中でいるのでしょうか。もしかしたら10度を下回っている可能性もありますね。夜はどうでしょうか。ビカクシダを管理している部屋から離れ別の部屋で生活すると人気がないので室温が10度を下回る可能性があります。地域によっては室内でも氷点下になります。これでは1日の温暖差が激しくてビカクシダが弱ってしまいます。休眠させるデメリット。たくさんの光と適正な水やりと肥料を与えてきたビカクシダに寒い冬を乗り切るため、冬は水と肥料を制限するわけですからビカクシダにとってもストレスです。また冬から春への環境が変化するわけですから、またビカクシダにとって悪いストレスが待っているわけです。このストレスがビカクシダの体調を崩す原因の一つでもあります。暖かい季節の時は毎日ビカクシダを成長する姿を見るのが楽しみだったのに、冬は成長しないビカクシダを眺めるのもストレスですよね。1年の約4分の1はビカクシダは成長しないわけですからつまらないものです。休眠させないメリット。ここからは冬のビカクシダの管理を難しくさせない、冬でもビカクシダをバリバリに成長させ毎日成長を楽しむことができる管理方法について紹介していきます。ではどうすればよいのでしょうか。実は簡単です。それは冬でもビカクシダが生息している環境に近づけるということです。皆さんはすでにご存知だと思いますが、ビカクシダが生息している地域の環境について復習しましょう。このことが分かっていないと冬ビカクシダは元気に成長しません。ビカクシダはアフリカやアジアなど熱帯・亜熱帯地域に生息します。熱帯・亜熱帯地域の気候の特徴、日射量が多く最も寒い月でも気温18度を下回ることがなく、1年通して気温の変化がほとんどありません。管理方法 1、植物育成 LED ライトで日射量を確保する。ビカクシダは光が大好きです。 LED ライトで強度約 3.5 万ルクスから4万ルクスを確保しましょう。管理方法 2、室内の温度を18度以上に保つ。全分の室内の温度10度はビカクシダが枯れない最低温度であり、室温10度ではビカクシダは成長できません。冬でもビカクシダをバリバリに成長させるには18度以上に保ち、温度の変化をさせないことが必要です。方法は常にエアコンで室温18度以上に保ちましょう。そんなことをしたら電気代がかかって大変。電気代が値上がりしているし、
ですよね。でも皆さんがコレクションしているビカクシダの総額はおいくらでしょうか。何百万円ですよね。万が一冬越しを失敗したら枯れることになりますし、枯れなくても冬ダメージを負い、ビカクシダが今後きれいに育たないなんてこともあります。大変な損失につながりますので、ぜひエアコンでの管理をお勧めします。管理方法3、1、2の管理をした上で肥料を適正に与える。良い環境が整っていれば肥料を与えましょう。元気で美しいビカクシダを育てるにはこの冬が最も大切な季節です。この冬ビカクシダを良い環境で管理できるか否かで今後のビカクシダの成長に大きく影響します。冬成長を止めることなく毎日ビカクシダの成長を楽しみませんか。それではまた次回の動画でお会いしましょう。